こんにちは。今日はまっすぐ編んでいくだけのカーディガンを作っていきます。2色の色の糸を使って編んでいきます。よかったら試してみてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーン、色はアイボリー、50g で96メートル。材質はアクリル。使用界隈の目安は 5.8 から 6.2 ミリ。これとこっちは同じくアクリルヤーンの白。これを少しだけ使って編んでいきます。単色で編んでも大丈夫です。針は7ミリ。あとはマーカーととじ針。で、この糸はこんな感じで太くてしっかりとしています。で、太さはだいたい 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。作り方を説明します。まず四角形を5枚用意します。袖が2枚、前身ごろが2枚、それと後ろ身ごろ、背中になるところ、これを縫い合わせてカーディガンの形にします。この四角はまずここからスタートします。鎖を編んでこの向きに細編みをしていきます。その後に中長編みで簡単な模様編みをしていきます。こっちも同じです。袖も同じなんですが、ここだけ狭くなっています。あとは同じです。この前身ごろから一緒に編んでいきます。前身ごろの幅は24段。この細編みを24段編んで模様編みをしています。24段の幅。背中の方は48段。袖は20段でスタートします。これはまた後で説明します。まずここから説明したいと思います。前身ごろは24段、背中は48段、袖は20段でスタートしました。これはお好みによって多少長くしても大丈夫です。鎖編みからスタートします。まずこの鎖の数。私は鎖を8個。8個編んで長さは6センチぐらい。これはお好みで好きな長さにします。で、鎖を編んでいきます。最初の糸端を少し長めに残しておきます。後で脇を縫うときに使えるんですが、それでも足りなくなると思うので、大体の長さで大丈夫です。鎖を8個。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。で、次は細編み。細編みをするので、鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、細編み、次もこのまま端まで細編みをします。端まで来ました。次は2段目。鎖1つ。裏返します。鎖の根元の細編みに細編み。で、普段はこの2本の
糸の下に細編みをするんですが、今回はこの2本あるうちの向こう側1本だけ、この1本の下に針を入れます。で、細編み、次も同じ2本あるうちの向こう側1本、次もこのまま端まで編んでいきます。で、端まで来ました。これが最後の細編み。最後の細編みは2本の糸の下、この2本の糸の下に針を入れます。で、細編み、ここまでは全部1本、ここだけ2本。次は3段目、鎖1つ、またさっきと同じ2本あるうちの向こう側1本で細編み、次も同じ、このまま端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。端では2本の糸の下、これで3段目。次は4段目、また1本で、このまま端まで編んでいきます。端では2本の糸の下で、また鎖1つ細編み、これを繰り返していきます。私はこの前身ごろ、胸に当たるところ、これを24段、前の左右の分で24段と24段、これで編んでいきます。で、次はこの模様編みに入る前の細編み1段、この段数は偶数にします。鎖1つ、細編みをしていきます。まずこの段の端、次はこの段の端、次はここという感じで細編みをしていきます。まずこの段の端、ここに入れていきます。ここはループになっているところ、細編み、次はこの段の端、ここに入れていきます。次はここ、この真ん中に、で上が2本になるようにします。で次はここ、ここに入れていきます。このまま端まで編んでいきます。最後の段まで来ました。この段の端にも細編み1つ、
こら辺に入れていきます。大体で大丈夫です。これで細編みが終わりました。次は模様編みをしていきます。今細編みをしたこっちを表にします。後で分かりにくくなるので表にマーカーをつけておきます。で次は模様編みをしていきます。まず鎖2つ、これは少し小さく鎖2つ裏返します。鎖の根元に中長編み、ここ次は足元1つ飛ばして2つ目、2つ目に中長編み1、2、同じところにもう一つ、これで中長編みが2つ、ここにも中長編みで足元1つ飛ばして中長編み2つ、これをずっと繰り返していきます。1、2、中長編み2つ、また足元1、2、これで端まで編んでいきます。1、2、ここまで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の細編み。最後の細編みにも中長編み、次も同じ鎖2つ裏返します。根元に中長編み、次は足元1つ飛ばして2つ目、中長編み2つ、1、2、次も同じ1つ飛ばして2つ目、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の中長編み。最後の中長編みにも中長編み、次も同じ鎖2つ裏返して根元に中長編み、1、2、さっきと全く同じです。このまま端まで編んで、また鎖2つ、これを繰り返していきます。で今回途中で色を変えて編んでいきます。しばらく編んできました。私はここぐらいで色を変えようと思っています。今長さは15センチ。この模様編みの段数は1、2、3、4、5、5段になっています。白に変えるときにはこの段数を奇数にします。奇数にしてで裏返して今糸が出ているところから続けます。この端の中長編みを編むときに糸を変えます。まず中長編みの途中、今3本、これを白で引き抜きます。これで
色が変わりました。同じように編んでいきます。1、2で、この糸は切っておきます。で、根元に中長編み1、2こんな感じになります。私はこれを1段編んでまた色を戻します。これもお好みでしてみてください。このまましばらく編んでいきます。20段編んできました。この長さは実際に腕に当ててみて、で好みの長さにします。私は今18センチ、もっと長くしても大丈夫です。ゆったりとしたサイズにしても大丈夫です。その時にはこの段数を増やします。後で数を合わせるので何段増やしても大丈夫です。ただこの段数は偶数にします。でこれで大丈夫だったら、次はさっきと同じように細編み、この段にまず細編み、鎖1つと細編みで、次は同じところ、ここに細編みをもう一つ、次も一つに二つ、このまま編んでいくとここが少し広がっていきます。今この部分でこれから広がって編むことになります。この細編みの数はここに必要な細編みの数、私は39、細編み39編んでだいたい40センチぐらい。これをまた後で出来上がりのサイズを書いておきます。私は20段編んで39細編みをしていきます。これもお体やサイズに合わせて増減します。糸の太さによってだいぶ変わってくると思います。これから1段に1つか2つ、この細編みの数を調節して必要な細編みの数にします。次は1つ、次はまた2つとか、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。次は中長編み、鎖2つ、根元に中長編み1、2さっきと全く同じです。端まで編んで鎖2つ、これで編んでいきます。途中で色を変えてもずっと同じ色で編んでいっても大丈夫です。お好みの配色にしてください。前身ごろを編んできました。同じものを2枚用意しました。この幅は
23センチ。縦はこのリブ編みの部分から測って70センチ。このリブ編みの次の模様編みから数えて、模様編みは41段。これは奇数にします。最後に細編みを1段。模様編みを41段編んでから、最後に細編みを1段。鎖1つ裏返して根元に細編み。このまま端まで編んでいきます。で、最後に糸を切りますが、その糸端は少し長めに残しておきます。だいたいこの幅の3倍ぐらい残しておきます。後ろ身ごろ編んできました。この横幅はだいたい58センチ。縦はさっきと同じようにリブ編みから測って70センチ。で、段数は模様編みが41段。奇数になっています。最後に細編みを1段。次は肩を縫い合わせます。次は肩を縫い合わせます。今、裏が上になっています。こっちは表。表にはマーカーをつけています。このリブ編みの次の細編み、これが表の方を表に決めました。目立たないのでどちらでも大丈夫ですが、一応内側を表にします。残していた糸端を使って縫い合わせます。角から縫い合わせます。この身ごろと同じ数だけ縫い合わせます。まずこの角から、今手前から糸が出ています。このまま向こうの角、この2本の糸の下、で戻って2本の糸の下、向こうは同じところ、でこれでつながりました。もう一度同じところしっかりとさせます。次から一つずつ、まず端から1、2、2本の糸の下、向こうも1、2、あまりきつくならないように縫っていきます。このままここまで編んでいきます。ずれないように一つずつ縫い合わせていきます。前身ごろの終わるところまで縫ってきました。最後はもう一度針を入れてしっかりとさせます。あとはほどけないように隠します。
反対側も同じように縫っていきます。こちら側はここから糸が出ていたので、こちら側から数を数えて揃えて、で端から縫いました。最後の糸もさっきと同じように糸端を隠します。袖を2枚編んできました。長さはリブ編みを含めて51センチ、横幅はだいたい40センチ。この模様編みの部分は39段奇数になっています。最後に細編みを1段。次はこれを身ごろに縫い付けます。次は身ごろと袖を縫い付けます。これはさっき縫った肩のライン、ここと袖の真ん中ぐらい、ここを揃えます。ここからちょうどいい間隔にマーカーとかクリップとかで仮に固定します。こっちも同じ位置で、今裏が上の状態で、糸端が残っていたらこれを使って、なかったら新しい糸でつなげていきます。私はこことここ、大体で大丈夫です。端はもう一回で、次から一つずつ、こっちは細編み、向こうは中長編み、大体で揃えて縫っていきます。これで端まで編んでいきます。端まで来ました。端には2回針を通して、あとはほどけないように隠します。次は脇を縫っていきます。次は脇を縫っていきます。こっちが袖で、こっちは身ごろ。身ごろの裾の角、ここから縫っていきます。で、この角と角で、糸端が残っていたらこれを使って、なかったら新しい糸を使います。で、これからこっちと同じように縫っていきます。これは横から見て、こんな形になっています。こっちもこれを縫い合わせるときに同じように縫っていきたいので、こっちを上、こっちを下、こんな感じで縫い合わせます。こっちが上で、まず一番下は2本の糸の下、今向こうから糸が出ています。このまま角の細編み、で向こう側、この角の2本の糸の下で、また手前の角2本の糸の下で、次からさっき見たように重ねて縫っていきます。で、こっちは上で、
上はこの2つの間、見にくいのでこっちで見るとこの部分、次もこことここの間、これで交互に縫っていきます。こっちではなくてこっち側で、こっちは下になる方、下になる方はこの細編みの隣、こことここのこの横、次もで、これで交互に縫っていきます。今こっちから糸が出ているので、次はこっち側、これが1つ目の細編み、2つ目、この間に針を入れます。次はこっち側、見にくいんですが1つ目と2つ目の間、この1つ目のこれが見にくいんですが、ここ2つ目、次はまたこっち、2つ目と3つ目の間、2つ目と3つ目、と3つ目と4つ目の間、このままここまで縫っていきます。リブ編みの終わりまで来ました。ここは細編みになっています。この細編みのところで裏に出します。目立たないところで裏に出します。これを裏返します。裏返しました。今細編みのところもう一回縫っておいて、ここからこの中長編みそれぞれを縫い合わせます。一段に一段で、この大体で大丈夫です。こことここで、こことここ
ずれないようにずっと縫っていきます。こっちは反対側の袖、今縫ったのと同じようにこの袖口から縫っていきます。表を上にしてでリブの部分を縫い合わせてで裏返してでこんな感覚で縫っていきます。でこっちからもこっちからも縫って途中で合わせます。糸がなくなった時には糸を足してで縫っていきます。途中でつながったらそこで終わります。最後に前身ごろの縁を編んでいきます。ここから細編みで U の字になるように編んでいきます。まずここからこの端の細編みからスタートします。この細編みの2本の糸の下、鎖1つ、細編み、次も糸端は編みくるんでいきます。このまま一つずつここまで編んでいきます。これが最後のリブ編み。ここにも細編み一つ。次はここに細編み。ここにも一つ。次から中長編み。中長編みと中長編み。この2つの中長編みに細編み3つぐらい。こんな感覚で1、2、3、この間隔に3つ。次もこことここで3つ。大体で大丈夫です。で、ここで糸端が出ています。この糸端を軽く結んでおいて、でこの茶色い糸は一緒に編みくるんでいって、この白い方は同じ色のところに隠したいと思います。次はこことここで3つ。次はこことここで3つ。でこのまま細編みをしていきます。ここが首に当たるところ、ここまで編んでいきます。首元の角まで来ました。今足元を見るとここに中長編み、次は細編み、次は縫い合わせたところ、次は細編み。まずこの中長編みの隣に今までと同じ細編み、次はこの細編み、ここに針を入れて糸を引き出します。糸を引き出して、次はこっちの細編み、ここ、これを一度に引き抜いて、でカーブができました。次から一つずつ、一つに一つの細編み、
このまま次の角、反対側の角まで来ました。またここで糸を出して、次はこの縫い合わせた次、これを一度に引き抜いてカーブができました。次からまた中長編み2つに細編み3つ、これで裾まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。針で始末する分の糸を残して少し長めに、最後の細編みから糸を抜きます。この糸端は後で針で始末します。もう一回だけ細編みで編んでいきます。スタートしたところから同じように細編みをしていくんですが、この角でも全部一つに一つずつ、一つに一つずつの普通の細編みで反対側で編んでいきます。このままずっと編んでいきます。ここでも一つに一つずつ、こっちも同じ一つに一つずつ、これでこの端まで編んでいきます。端まで来たらさっきと同じように糸を切って、この糸端は目立たないように隠します。同じようにしてもう一段編みました。全部一つに一つの細編み。この首元のところでも一つに一つの細編みで、長さは3センチ、これで出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。こんな感じになりました。サイズを測りました。上から下まで68センチ、横幅60センチ、袖の長さは50センチ、横幅17センチ、袖のリブの部分、これは幅が8センチ、リブの長さは7センチ。使った糸の重さはアイボリーが500、白が 50g。 だいたいこんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。